皆さんこんにちは。北海道内最長片道切符の旅2日目です。昨日は北海道最北端の稚内からここ網走まで移動しました。本日は網走から釧網本線と根室本線を乗り継いで帯広まで向かおうと思います。網走からまずは快速知床真集号に乗車します。使用する切符は昨日に引き続きこちらの北海道内最長の片道切符です。さて、まず乗車するのはキハ54型の1両編成です。隣のホームには北見方面に向かうキハ40系の姿も見えます。さて、車内に入りました。車端部がロングシート、それ以外は2人掛けの転換クロスシートが並びます。網走駅を10時24分に出発しました。約3時間にわたる乗り鉄旅が始まります。天気は快晴で最高の乗り鉄日和です。ただいま乗車している釧網本線は絶景路線として知られています。この動画では車窓から見える絶景についても紹介します。網走発車後は進行方向左側に注目です。一面のオホーツク海が車窓に広がります。網走と知床斜里間にて路線は海沿いを走ります。海が見える区間は約25キロで車窓からオホーツク海の絶景を長く味わえます。ただいま北浜駅に到着しました。北浜駅は流氷に一番近い駅として知られ、冬になると流氷が海を覆います。何もない広々とした風景が続きます。一見すると殺風景ですが、これも北海道を鉄道旅する醍醐味です。頭上には扇風機があります。この列車に冷房はついていません。よく見ると中央に JNR という国鉄のマークが描かれています。知床斜里駅に11時8分に到着。海沿いを走っていましたが、ここから内陸部を進みます。知床斜里を11時11分に発車しました。海沿いを離れ、今度は内陸の広々とした景色が車窓に広がります。平地を走っていましたが、ここから山岳地帯に入ります。列車は上り勾配をエンジンを響かせて登っていきます。川湯温泉に11時59分に到着。かなり長い直線が続きます。しばらく停車する雰囲気はありません。列車の乗車率はまずまずです。2人掛けのボックスシートは誰かしらが着席しています。ただいま標茶駅に到着しました。ここから釧路湿原が車窓に見える区間に入ります。大雑把な地図ですが、こちらが釧路湿原と釧網本線の位置関係です。釧網本線は釧路湿原の中を走行し、車窓には湿原の絶景が広がります。まず車窓に大きな沼地が現れました。位置的にシラルトロ湖のはずです。高い木はあまりなく、広々とした景色です。運が良ければエゾシカやキタキツネなどの野生動物に
遭遇できるかもしれません。列車はしばらく走行し、釧路湿原を抜けました。快速知床真集号の旅も残りわずかです。ただいま東釧路駅に停車しました。次は終点の釧路駅です。はい、というわけで約3時間の乗車を終えて釧路駅に到着しました。3時間という乗車時間は長かったのですが、釧路湿原に代表される車窓の景色が綺麗だったため、飽きることなく乗車することができました。次は14時20分発の普通列車帯広行きに乗車します。次に乗車するのはあちらからやってきた新型の H100 型気動車です。さて、列車に乗車しました。車端部はロングシート、中央部は2人掛けまたは4人掛けのボックスシートになっています。列車は釧路駅を出発しました。ここから帯広駅までは約2時間20分の乗車旅です。ただいま新富士駅を発車しました。東海道新幹線にも同名の新富士駅がありますね。この列車が発車したのは静岡県から遠く離れた北海道の新富士駅です。遠くの方に海が見えてきました。現在乗車している根室本線はこの先海沿いを走ります。ところどころに湿地のような場所を通過していきます。しばらく走行し、やがて海が目の前に広がりました。とても迫力のある車窓です。根室本線はしばらく海沿いを走るため、太平洋の広々とした景色を楽しむことができます。ただいま池田駅を発車しました。終点の帯広駅まで残り約20分です。先ほどまで自然豊かな車窓でしたが、住宅地が広がるようになりました。まもなく終点の帯広駅に到着します。帯広に16時41分に到着しました。釧路から約2時間20分での到着です。本日の行程は帯広にて終了です。次回は帯広から札幌に向かいます。代行バスにて運行される新徳から東鹿越間やキハ40系の乗車旅をお届けします。このチャンネルでは旅や鉄道について発信しています。今後も動画を作っていくので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。